皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、自民党、公明党、国民民主党3社による103万円の壁引き上げについて交渉が決裂したというニュースが入っています。まず最初に103万円の壁引き上げに関しては、国民民主党は178万円という明確なゴールを示しています。ところが自民党の宮沢税調会長は123万円というかなりの開きのある額を提示し、現状をゴルフに例えて、いやーなんだかグリーンが見えませんねみたいな話をしてかなり音ボケを決め込んでいます。しかし国民民主党の側はいやいやもう最初から178万円というゴールを提示していますよとして協議は物別れに終わっています。まあこれも自民党の税調会長としては178万円なんてそもそも受け入れる気がない。それでいて150万円だとか130万円であるとかそういったまだ途中経過としての目安になるような額すらも提示しないというのは全く議論にならない話をしています。対象123万円が提示された際に、いやいやもう一度ちゃんと自民党側で議論してくださいよと突っぱねた国民民主党なのですが、再度の協議においてもまだ同じ123万円を提示されたので、さすがにこれは議論として成り立たないとして議論の席から立ったということです。私は現状からすればそれは当然の行為だったと思います。玉木代表はこのように X で発信しています。この後に及んでグリーンはどこですかと聞いてくる自民党宮沢税調会長178万円に決まっています。温厚な我が党の古川税調会長も席を立ったようです。3党の幹事長間で178万円を目指すと合意したのに123万円では話になりません。まさにこの言葉に凝縮されていますが、国民民主党が目指したのは178万円を目指すといった幹事長同士での合意があり、123万円という額は明らかにこの合意に反しています。また103万円の壁引き上げに関しては様々なところで議論を呼んでいるわけですが、それによって炎上された議員も発生しました。例えば自民党の小根原議員はなんで学生が103万円まで働かないといけないのか、このような発言が報じられて X 上で大炎上しました。報道は以下の通り、自民党の小野寺政調会長は北海道で開かれた党の会合で講演し、年収103万円の壁の引き上げをめぐり、アルバイトをしている大学生らを扶養する親の税負担への対応が課題となっていることについて根本おかしいと疑念を呈した。103万円の壁の引き上げは国民民主党の先の衆院選での看板政策で、自民党が衆院選で大敗して少数与党となったことを受け、与党と国民民主党が引き上げで合意し、3党で詳細を協議している。講演で小野寺氏は、学生が103万円を超えて働くと父親の扶養から外れ、父親の税金が多くなるということで103万円以上働かないようにしようという話があると説明。その上で野党各党は壁を取っ払えとか言うが根本おかしいなと思う。なんで学生が103万円まで働かないといけないのかと強調した。また、学生に十分学業に専念できるような支援をすること、本来はこれを国会でやるべきではないかと述べた。この発言を受けて X で玉木氏はこのように述べています。なんで学生が働かないといけないのか。それは1、長いデフレで親の所得も伸びない。2、インフレで生活費が上昇。3、奨学金の所得制限で学生支援も不十分。4、運営交付金の削減で学費が上昇。学生も親の生活も厳しいのです。まるでマリー・アントワネットみたいな感覚ですね。この発言は X 上で1400万回以上の表示がなされています。玉木氏は続きの発言で、給付型奨学金の所得制限を撤廃するわけでもなく、物価高対策は高齢者中心の給付金ばかり。そんなことをやっている自民党の政調会長に、学生の本分は勉強などと言われたくないと思う人は多いのではないでしょうか。特定扶養控除の150万円までの引き上げは、そこまで働けと言っているわけではなくて、働きたい学生に働く選択肢を用意するものです。今のままでは数万円が払えずに退学を余儀なくされる学生たちを救えません。与野党の政治家は理想論ばかりではなく、学生と親の厳しい生活実態を
もっと知るべきです。小野寺議員が言うように、そもそも学生が働かないでいいんであればそちらの方が良いというのは確かにその通りなのですが、現実問題としてそうはなっていないからこそ学生がアルバイトを行っているわけです。例えばこれまでの自民党の政治において給付型、つまり返さなくてもいいよという形での奨学金を最低限国公立の大学生だけにでも配っていれば、奨学金で十分学業に専念できるのになんでアルバイトなんかするんだという意見にも一応正論はあります。しかし今のところそのような奨学金の制度は作られていないわけですし、さらには子どもたちに対する仕送りをする親の立場としても昔に比べれば今の方がより多くの税金や社会保険料を払っている親が多いわけで、それに伴って企業は徐々に給料を上げていったとしても手取りとしての年収が下がってきているという問題は確実に存在していることから、子どもたちに学業だけに専念していればいいですよと言える世帯そのものがだんだんと削り取られていっているという現状は今の政治がしっかりと見なければいけない話です。小野寺議員はこの発言で炎上した後、最終的には謝罪に追い込まれました。こうした103万円の壁をめぐる議論は非常に注目されました。それに伴って野党の中で国民民主党は際立って支持を伸ばしています。国民民主党が支持率 12% で初の野党1位、103万円の壁見直しで評価。他党は埋没気味。読売新聞社が13から15日に実施した全国調査で、国民民主党の政党支持率が自民党 24% に次ぐ 12% となり、初めて野党で1位となった。年収103万円の壁見直しなど、政策実現に向けた取り組みが評価されたとみられ、立憲民主党など他の野党は埋没気味となっている。基礎控除の額というのは本来であれば、物価高といったものと連動していくべきもので、数年ごとにある程度の見直しを自動的にかけていき、その金額が上下するような方式に移行していく方が良いでしょう。少なくとも以前はそのような形で、少し物価が動いてきたからこれに合わせてといった形で変動してきました。ところが、それが随分と長い間、全く数値が固定化されてしまい、控除額は上がらないのに、物価高だけは進んでいくというような状況になってしまいました。本来であればもっと前に手をつけるべき問題だったでしょう。それだけに一気に引き上げるとなれば、それに伴う税収減といったものが大きな数字になったことで、いやいや、この税収減をどうするんだというような反論が起こるようになったわけです。私は政治的に考えれば、これはもっと逆手に取るような政策提言などをすればいいのになと思ったりもします。例えば皆さんからの支持を受けられる。しかし、ある一つの業界からは猛烈に批判を受けるような政策といったものを実行すべきチャンスだと思います。それは、新聞などに対する消費税の優遇税制を廃止することです。軽減税率の適用をしているその根拠としては、新聞というのは国民にとって非常に重要なものだからというような話になっているわけですが、私は根拠としては全く正当性がないと思っています。金額的にはそんな何兆円も出るわけではありませんが、こういった塵も積もればといったような税制優遇といったものは見直すチャンスだと思います。また、同じようにしてマスコミから猛烈なバッシングを受けるであろう政策についても、この際だから提示すべきです。それは新聞だけではなくテレビ業界にもある優遇政策を改める電波オークションの開始です。電波というのは公共のものですから、より多くの人たちが利用する上でも、しっかりとその利益を国民に還元してほしいというものです。これまでは非常に安い金額でこれらの電波を使っているわけなので、テレビ業界は長年その利益を利用してきたと言えます。しかし、税収減になるんだったらどこかでちゃんともらわないとなとなれば、電波オークションをやって少しでもテレビ業界からも金をいただきましょうというような提言というのも私はやり方としてはありかと思います。この2つというのはまさに新聞やテレビが猛烈に攻撃してくる政策で、だからこそ採用したくないような政策として挙げられるわけですが、しかし大事なのは国民からの支持を受けるかどうかです。なんで新聞だけ優遇税制、なんでテレビ業界は他の国だと実施されている電波オークションをしないで安く電波を使えているのといったこれに対しての反論は彼らはまともにできないと思います。そして国民からの支持はきっと受けることでしょう。現実問題としてそれで何兆円もというわけではないので、他にも様々な政策を実施すべきです。
例えば、国民からお金を集める業務に関しては一元化しましょうといった形で、国税庁と厚生労働省のお金を集める部門を集めて再入庁を作りましょうであるとか、行政の効率化を進めるために、市町村の統廃合を進める。その上の段階での都道府県の統廃合、そしてそれに伴う広域行政の見直しなども行い、これまでは非常に細かくシステム発注を行っていた行政が大きくまとまることに伴って、電子政府を推進しましょうであるとか、再入庁を作るというのであれば、合わせて地下経済のお金をあぶり出すといった意味でも、高額紙幣を将来的に廃止する方針を打ち出して、電子決済をより推進しましょうとか、そして最も大きな金額が動くであろう社会保障改革なども合わせて提案し、そんなにお金がたくさん必要だというのであれば、しっかりと行財政改革に取り組みましょうといったような反論といったものもありだと思います。まあもちろん、そういった議論を横に置いておいても、生きるために必要なお金に対しては税金をかけないという、この基本的な考え方に伴って、控除額を引き上げるというのは、そもそも論としては正論なわけですから、私は現状でも自民党が123万円までと、その数値にこだわるのであれば、今後協力をしないといったことも十分選択肢としてはありだと思います。ただし自民党がこのようにして178万円の目標額に対して123万円で押し通そうとする理由というのは、私はおそらく次の本予算の審議において日本維新の会と手を組むことによって予算を通すことができるとそう睨んでいるからではないかと思っています。これまでの与野党協議といったものが様々行われているわけですが、その中で国民民主党以外の党で動きが起こっています。日本維新の会は党首選が行われた後、副党首、そして国会議員の代表としては前原氏を選びました。前原氏は石破総理大臣とも非常に親交の深い人物として知られていますから、日本維新の会国会議員団は自民党との協議に非常に前向きであり、何かしらの日本維新の会の要求を飲む形で次の予算について賛成する可能性が十分あるというのです。その場合であれば、少数与党である石破政権は別に国民民主党との協議を重視しなくても良いと考えて、103万円の壁引き上げに関しては非常に渋い対応をずっとするといったことも十分起こり得るわけです。しかし、この路線というのは予算は通るでしょうが、国民からの理解を得られるとは思えません。参議院選挙において国民民主党が103万円の壁を引き上げるといったこの政策をまた取り上げても国民の支持は十分得られるのではないでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。103万円の壁をどこまで引き上げるかといったことは当然のように皆さんの中でも様々な意見があると思います。いやいや上げなくてもいいという考えを持つ人もいれば、130万円程度、150万円程度まででもいいという人もいるでしょう。また、合わせて扶養控除の額の引き上げをどこまでするのか、社会保険に加入して社会保険料を払い始める金額をどうするのか、そういったところも合わせて考えなければ、結局基礎控除部分だけの議論だけしているのはおかしいという、そういった意見もあるでしょう。日本の税制、そして社会保険料の徴収のこのシステムというのは非常に複雑で分かりづらく、論点がばらけてしまうといった問題も含んでいます。このあたりをどうやって統一化していくかといったことも合わせて議論をしていくべきものでしょう。皆さんがどのような意見を持っているか、ぜひとも文字化してみることにチャレンジしてみてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。